どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ADA はご存知でしょうか？言わずと知れたアクアリウム界の高級ブランドです。自分は結構好きで、アクア歴3年程度のペーペーなんで、コアファンと言ってしまうとガチ勢に怒られますが、少なくとも ADA にお金はだいぶ使っています。直近でも意味わからんくらい高い石の詰め合わせを買ったり、60センチ規格水槽や30センチキューブ水槽を買ったりと、結構な ADA 大好き人間です。そんな自分なので ADA から出る新製品はとても気になっているんですが、さすがに何でもかんでも買うほどのお金はないので、自分が欲しいと思ったものをしっかり見定めて買っています。最近では廃盤になっていたビートルカウンターが再販されたり、ガラス製の植物育成ポットっぽいものが販売されたりと、なかなか精力的に ADA も動いている印象です。その中でも個人的にそこまで触手が伸びなかった新製品がありました。ドゥアブランドではなく ADA から新発売された商品なんで、 ADA 好きとしては買っておきたいところではあったんですが、やはり特に必要ないものを購入してレビューするのも気が引けるし、どうせ使わなくなるということで静観していました。しかしそんな ADA から出た新商品、とんでもないことに気づいてしまったんです。本当は買わない予定だったものを買うくらいにはいても立ってもいられなくなったので、今回はそんな衝撃の事実をお伝えしていきます。最近 ADA 関連の動画が多くて、この動画もちょっとずらして作ろうかと思ったんですが、新製品ということもあって早めに出そうということで、申し訳ないんですがお付き合いいただければ幸いです。ADA の新製品気になってるとか、購入するか迷ってる方には絶対に見てほしい動画です。そうでない方も楽しめる内容となっておりますので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速、今回紹介する ADA の新製品をお見せしていきます。それがこちら、ADA ストリームポンプミニ。価格は2530円。こちらは小型水槽やフラット水槽、ガラスポットなどでの水の循環に適した小型水中ポンプです。フィルターが設置できない小型水槽の水循環を行うための製品となっています。水中ポンプということでろ過機能はなく、単純に水を動かすことが難しい小型水槽でポンプ機能を果たすといったシンプルな製品です。ご覧の通りパッケージからとても小さく、中身も製品名に書いてある通りミニであることが伺えます。そんな感じで解説もそこそこに、実際に開封して中身を見ていきましょう。まず出てきたのはこちらの説明書。いつも通り多言語対応の説明書になってます。いろいろ書いてありますが、ただの水中ポンプなので特別何かが書いているわけではありません。この図にもある通り、このストリームポンプミニは USB 給電タイプとなっており、別途アダプタを購入する必要があります。ついに ADA も USB 製品の波に乗ってきましたね。続いて出てきたのはこちらの保証書。これいつも疑問なんですが、購入した時に購入店に記載してもらわないといけないみたいなんですよね。ということは、買った時にレジとかでわざわざ一つ一つ書いてもらうのでしょうか。コミュ障の自分にはそんなハードル高いことはできないので、どうにか購入証明のレシートで対応してもらえないかなと思う次第です。でも購入店の署名捺印が必要ということは、保証を受けるためにはちゃんと書いてもらわないといけないんでしょうね。ちなみに有効期限は購入して1年です。中にはずらっと点検修理内容を書く項目があります。こんなに修理してもらうことあるんでしょうかね。というわけでお待ちかねの本体を見ていきます。これが噂のストリームポンプミニです。確かに名前の通りとても小さいです。手のひらに乗せてもスペースが余るくらいにはミニです。スペックは容程30センチ、流量105リットル毎時となっています。突出口はこんな感じになっており、内径 9mm のホースが接続できるようになっています。電源コードはこんな感じで、そこまで細くもない感じです。USB 部分は何の変哲もない USB ですね。本体下部にはこのようにつまみで流量を調整することができるようになっています。
裏面には3つのキスゴムがついており、これでいろんな小型水槽やガラスポットに取り付けることができるようです。正直 ADA 製品特有の高級感は全くありません。というか、メイドインチャイナと堂々と書いてある時点でそこは特に気にしていないんでしょうかね。そんな感じで本体を見ていったんですが、まあ高級感はないし ADA が出すような製品って感じがしないだけで、特に何かヤバそうなことが隠れている気はしないですよね。価格も ADA にしてはリーズナブルな2530円ということで、欲しい人は欲しいかなといった印象の製品です。しかしこの新製品には思わぬ裏が隠されていたんです。というわけで、その裏の闇について今から触れていきたいと思います。それがこちら。これ何だと思う方もいるかもしれませんが、 Amazon で購入した激安中華製水中ポンプです。この時点で察した方も多いと思いますが、開封していきます。出てきたのがこちら、うり2つの水中ポンプです。見た目はまんまストリームポンプミニで、サイズも全く一緒。コードが出ている出っ張りや 9mm ホースが取り付けられるのも一緒。しまいには下部の水流調整つまみもあります。裏の吸盤の数こそ違いますが、これはほぼ同じ製品といって差し支えないレベルの商品です。ちなみに USB 部分はこんな感じで、 ADA のものより長さがコンパクト。コード長はなんと ADA のものより圧倒的に長いです。見比べてみた映像がこちら。サイズは全く一緒ですね。ただ突出口がちょっと違っていて、 ADA のストリームポンプミニはやや左側に突出口がついていて、中華製ポンプは右側です。あと若干突出口部分が中華製の方が長いですね。底面部はこんな感じで、スリットの形状が違います。吸盤部分は中華製が1個少ないです。側面のコードが出ている部分はほぼ同じ。ここで気づいたんですが、この ADA のポンプ、突出口が取れるんですよね。もしかしたらと思って取り外し、中華製のポンプに取り付けてみたところ、しっかり装着することができました。逆もまたしかり。これはなんというか同じですよね。まさかの ADA が激安中華製品と同じようなものを後から出してくるとは思いませんでした。そして一番の問題は価格差です。この中華製水中ポンプの価格、なんと999円。ADA のストリームポンプミニはこの 2.5 倍の価格です。まあ OEM なんて当たり前だし、 ADA なら納得の価格だし、そもそも見た目も結構違うじゃんって思いますよね。そんなこともあろうかと、こちらも用意してきました。第2の中華製水中ポンプです。これを見たらヤバさの説得力がさらに上がるのではないかと思ってわざわざ買いました。結果的に特に欲しくもない水中ポンプを3つも買ってます。出てきたのがこちら。先ほどの中華製ポンプと同じようにパッと見はガチで一緒です。ADA のストリームポンプミニと並べてみましょう。こちらは先ほどの中華製ポンプと違って突出口の位置が全く同じです。ただ 9mm のホースが取り付けられるところはギザギザの返しのようなものはついていません。そして下部のスリット部分は同じ感じの横線で、 ADA と先ほどの中華製のものと違い、流量調整つまみはありません。この時点で全く違うじゃないかと思われるかもしれませんが、裏面はこんな感じ。見た目から何からほぼ一緒で、キスゴムの位置も一致しています。側面も言わずもがな一緒。そして USB 接続部分がこちら。先ほどの中華製ポンプと違い全く同じです。そして例に漏れず ADA のものよりコード長は中華製の方がクソ長いです。また突出口は前回と同じく互換性があります。ちなみにこの水中ポンプの価格はクーポン込みで1199円でした。ADA とは比べ物にならないくらい安いです。というわけで2つの中華製ポンプと ADA のストリームポンプミニを比較していったんですが、なんで2つ買ったのかというと、最初にお見せした中華製ポンプは流量調整つまみがついているため ADA 製品と比較できるかなと思ったのと、2つ目は流量調整つまみがない分、側が明らかに ADA と似通っているなと思い、できるだけいろんな角度から比較になるように両方買いました。
締めて合計4728円。好奇心と闇を暴くためとはいえど、必要ないものにここまでお金を使うのはやはり痛いですね。そんな感じで側が似てるやつと機能が似てるやつの2つの中華製ポンプをお見せしていったところで、続いては中身の部分を見るために分解していきます。まずは ADA のストリームポンプミニから。中身はこのようになっており、このつまみ部分がインペラの給水部分を塞ぐことによって流量を調整しているようです。ご覧の通りマイナス部分では完全に隠れ、プラス部分ではしっかりと開口しています。続いてはインペラを見てみましょう。だいぶ小さめの4枚刃のインペラが入っていました。若干羽が曲がってますね。確か以前紹介したジェックスの新しいスリムフィルターもこんな感じのインペラでした。続いては流量調整つまみ付きの中華製ポンプ。開けてみるとこのように ADA のものとは違う機構ではありますが、原理は全く一緒で、マイナスにすると給水部が完全に塞がり、プラスにすると完全に開きます。インペラカバーを開けて中を見てみると、似てる感じの4枚羽のインペラが出てきました。ただよく見てみるとサイズも違い、中華製ポンプの方がやや大きいです。些細な違いではありますが、これだけ極小であれば出力にも差が出てきそうですね。モーター部分を並べると似てはいますが全く一緒ではないです。続いては流量調整つまみなしの中華製ポンプ。開けてみると何やら見慣れたインペラカバーが出てきました。外して ADA のものと見比べてみるとあらびっくり。完全に一致。これはもう言い逃れできないレベルで一緒ですね。これが全く一緒なのを証明するべく中華製のカバーを ADA に取り付けます。しっかりとつきました。カバーは完全に一緒です。続いてはインペラも見てみましょう。これもだいぶ似てますね。ただ大きさはほぼ一緒なんですが、インペラの羽部分の大きさは若干中華製の方が大きいようです。そんな感じでこの2つ目の中華製ポンプの方が似ているということで、続いてはこの中華製ポンプに ADA の流量調整つまみ部分を移植できるのか試してみます。つまみ部分を所定の位置に挿し、ADA の底面カバーを取り付けます。つきました。もうこれは完全一致です。やはりこの中華製ポンプは流量調整つまみがないだけで、側と中身は ADA と全く一緒のようです。続いては実際に小型水槽で水を回していき、水流がどの程度なのかを見ていきましょう。使用するのは15センチキューブのハイタイプです。まずは ADA から。流量最大でこれです。結構優しい方ではないでしょうか。メラミンスポンジが給水口に吸われていまいち水流が見えにくいのが残念です。水面はこんな感じで、壁面にぶち当たったところが若干盛り上がってます。続いては流量最小。出ている泡を見てもらえばわかる通り、ほぼ水出てません。正直これだったら止水と変わらないので、使うなら少し絞るくらいにしておきましょう。メラミンスポンジを突出口にベタ付けしても全く押し出されません。続いて流量調整つまみがある方の中華製ポンプ。ADA のものより結構強いです。一応スペックが200リットル毎時になっているので、単純計算 ADA の2倍ですが、そこまでの流量はなさそうです。水面はこんな感じ。ADA よりも激しく壁面にぶち当たってます。メラミンスポンジも飛んでいってますね。続いては流量最小。こちらは若干ですが水流が生まれており、メラミンスポンジを突出口に近づけたところ前に押し出されました。最後に側が一緒だけど流量調整つまみがない中華製ポンプ。これスペック180リットル毎時だったんですが、先ほどの2つよりも圧倒的に流量強いです。あまりにも強すぎて小型水槽では使えないレベル。水面はこんな感じでめちゃくちゃ荒ぶってます。スペック的には1つ目の中華製ポンプより弱いはずなんですが、この3つの中でダントツの馬力です。流量調整つまみがあれば一番使いやすそうですが、あまり小型水槽には適していないかもしれません。
というわけで詳細な比較をしていったんですが、結論から言うと ADA のストリームポンプミニは完全なる OEM 製品です。要するに外注品です。これに関しては当たり前のことで特別おかしいことではありません。他社に製品製造をお願いして自社のブランドとして出すのはどこの業界でもやっていることです。というか ADA は以前にもラボ限定で出していたイオン交換樹脂のハンドスプレーでも OEM 製品を使っていました。そのことについても動画で触れているので気になった方は見てみてください。その動画内で元の製品を見つけて自身で同じものを作りました。また結構前に出た ADA のスマートプラグも他の中華製品と中身が一緒だというのは結構有名な話でした。正直スマートプラグに関しては3、4千円のものをロゴつけて1万円で売ってたんでさすがに手が出せず検証もできなかったので取り上げませんでしたが、今回のは特に中華製と同じという話題もなくなんか評価されてそうだったんで取り上げました。自分のように知っていて買うのと同じようなものが半分以下の値段で売っているのを知らずに買うのとでは雲泥の差ですし、これを闇として取り上げるかはとても迷ったんですが、どうしても ADA という高級ブランドとしては路線が違うんじゃないかと思うんですよね。少なくとも OEM 自体は悪いことではなく、ADA ラボ限定のハンドスプレーも自分で同じものを購入しようとなるとほとんど変わらない値段になったので、そこはしっかりと評価しています。ただ今回の場合はあまりにもありふれた形の水中ポンプを中華製とほぼ変わらない状態で ADA が販売していたことに衝撃を受けました。個人的には DUA ブランドではなく ADA ブランドとして出しているというのも大きいですね。ADA の割には安いと思って買った商品が蓋を開けてみたら同じような製品がもっと安くで買えるとなると騙し討ちみたいな気がしてならないだけです。ちなみに流量絞られてるから ADA の方が小型水槽に向いていると思われるかもしれませんが、流量調整つまみがある中華製ポンプなら ADA と同程度まで下げられるので、余力がある中華製ポンプの方が有用だと思います。そして何よりコード長が中華製の方が長いのがいいです。ADA のはマジで短すぎて申し訳ないんですが、検証するときでさえ使いづらかったです。なんでこの長さにしたのかは謎ですが、もしかするとミニというのを強調するためにあの小さな箱に収まる長さに調整したのかもしれません。正直そんなことよりもユーザーの利便性を求めてほしいところではあります。もしかしたら長すぎるとスマートじゃないという ADA なりの美学があるのかもしれませんけどね。少なくとも自分は ADA のシールがついていること以外は中華製の圧勝だと思っているので、買うとしたら絶対に流量調整つまみ付きの中華製ポンプを買います。皆さんはこの製品についてどう思われますか？ぜひコメントでご意見ください。というわけで今回はここまで。